今回は腸は健康の要ということで、ぬか漬けよりも簡単に乳酸菌が取れるヨーグルト味噌漬けをご紹介します。私自身、普段から腸活は意識していて、発酵食品や腸に良いと言われるものを積極的に取り入れてきました。そんな中で腸内細菌の種類や数を調べる検査を受けてみたところ、正直かなり驚く結果が出まして、自分に合った腸活をすることが本当に大切なんだと実感しました。改めて腸活に力を入れようと思い、今回は腸内細菌の専門機関の指導をもとに、より効果的な腸活レシピをご紹介します。後半では実際に受けた検査の結果からどんなことが分かったのかもお話しします。今回の動画では視聴してくださった方への特典も用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。野菜はお好きなものをご用意ください。今回はきゅうり、大根、人参、パプリカをつけます。全部で 500g ほどありました。大根は洗ってから皮を剥き4等分にします。表面に隠し包丁をすると味が早く染み込むようになります。人参は硬くて漬かりにくいので細めにカットします。きゅうりは両端を切り落とし、くるくるとすり合わせてアク抜きをします。白く出てきた泡のようなものがアクです。アクを洗い流したら隠し包丁をします。片面に切れ目を入れたらくるっと半回転して裏にも切り込みを入れます。パプリカのように薄い野菜は隠し包丁をしなくても大丈夫です。それぞれに塩をまぶします。野菜の量にもよりますが、全体で小さじ1/3くらいです。野菜に切り込みが入っているので、大量のお塩を入れて長く下漬けをしなくても短時間で味が染み込みやすくなります。全体に塩を振ったら、重しなどはせずにこのまま置いて野菜から水分を出します。15分くらい置いておきましょう。今日はジッパー付き保存袋で漬けます。ボウルやビニール袋で漬けていただいても大丈夫です。漬け床もとても簡単で、ヨーグルトと味噌を同量で混ぜるだけ。今回は野菜が 500g なので、ヨーグルト 100g、味噌を 100g 使います。野菜が少ない場合は大さじ1ずつからと少量でも作れます。あとは混ぜるだけなので本当に簡単です。混ざりました。15分ほど経ったので野菜から水分が出てきています。水分はキッチンペーパーでしっかり拭き取りましょう。拭いたら漬け床に入れていきます。今回は定番の野菜で漬けていますが、アボカドやトマト、長芋や生姜などを入れても美味しいです。皆さんがぬか漬けや他のお漬物で好きな野菜がありましたら、コメントでぜひ教えてください。
漬けていると野菜から水分が出てきて小さくなるので、ぎゅうぎゅうに詰め込んでも問題ありません。すべての野菜を入れたら空気を抜いてもみもみします。時間とともに野菜から水分が出て自然に馴染んで使っていくので、だいたい混ざれば大丈夫です。半日から1日冷蔵庫で寝かせます。バタバタしていて2日経ってしまったんですが、しっかり浸かりました。漬け床は洗い流しても良いですし、このように軽く水気を拭き取るだけでも問題ありません。もちろんそのまま召し上がっても大丈夫です。このお漬物はヨーグルトに含まれる動物性の乳酸菌、そしてお味噌やお野菜に含まれる植物性の乳酸菌の2種類が取れるレシピです。お味噌やぬか漬けに存在する植物性乳酸菌は、植物に含まれるわずかな糖類を食べて育つ乳酸菌です。野菜や果物など自然界のさまざまな食品に存在しています。一方、動物性乳酸菌はヨーグルトに含まれる乳酸菌で、発酵という活動を終えた後、植物性乳酸菌の餌になって手助けしてくれます。いずれも人の腸内環境のバランスを整えるのに役立つ善玉菌です。余った漬物はそのまま漬けたままで大丈夫です。漬ければ漬けるほど味が馴染んでいって古漬けになっていきます。お漬物も余った漬け床も冷蔵で1週間くらい保存できます。漬け床は水っぽくなりますが、野菜の量によってはもう一度くらい使えます。使い終わった漬け床を捨ててしまうのはもったいないですので、活用法をご紹介します。漬け床をすべて入れたら、ご飯をお茶碗1杯分入れます。お好みの野菜を入れてください。今回は長ネギを入れました。水を200ミリ。あとはご飯が柔らかくなるまで煮込むだけです。10分くらい煮込みました。こんな感じで水分が少なくなっていれば OK です。今回のレシピを試作している時に、ヨーグルトとご飯を合わせるのってどうなんだろうと思いながら実験感覚で調理したんですが、食べてびっくり。ヨーグルトの酸味は消え、味噌のコクが合わさり、チーズリゾットのようになったんです。最後に黒すりごまをかけます。ヨーグルト味噌漬けと和風ヨーグルトおじやの完成です。ヨーグルト味噌漬けからいただいてみます。ヨーグルトとお味噌で作っているのにぬか漬けのような味わいです。お味噌の旨味とヨーグルトの酸味が絶妙です。おじやもいただいてみます。こちらはチーズのようなコクはありますが、実際は味噌とヨーグルトなので重たさはなく、意外とあっさりといただけます。余った漬け床がこんなに美味しく生まれ変わるなら作らない理由がないです。私が最近ヨーグルト漬けや発酵食品をより意識して食べるようになったきっかけが、先ほどお話しした腸内細菌検査菌ドックを受けたからです。菌ドックは200以上のクリニックで導入されている自宅でできる簡単な腸内検査キットです。検査前は腸活をずっと続けてきたので、正直食生活にはかなり自信がありました。でも実際に検査を受けてみると、腸年齢は B 判定。ビフィズス菌が少なく、腸内細菌の種類も
自分が思っていたより少ないという結果でした。テレビなどのメディアで紹介されている腸活レシピも自分に合っていなければ意味がありません。本気で腸活をするなら、まずは自分の腸内環境を知ることが大切だと感じました。菌ドックは細便と質問票に答えるだけで自分だけの腸内環境レポートが届きます。腸年齢、腸内フローラのタイプ、食事チェック、腸内細菌の多様性指数、そこから見える体質やリスクまでとても詳しくまとめられています。菌ドックが他の検査と大きく違う点は、日本で唯一菌の種類までわかる腸内 DNA 検査ということ。私の場合はビフィズス菌や乳酸菌が足りていないという結果でした。さらに相性の良い食品をふわっとしたアドバイスではなく、ズバリ教えてくれるのが特徴です。自分だけのオリジナル腸活プランが立てられるのはとても心強いですよね。一方で珍しい菌とされる海藻分解菌も検出されました。普段から海苔などの海藻類を食べていることがきちんと腸に現れていると感じて嬉しかったポイントです。食べた方が良いものを具体的に教えてくれるので、腸活のハードルがぐっと下がります。ご質問は菌ドック公式 LINE から期限の制限なく何度でも相談できるのも嬉しいポイントです。腸年齢や腸タイプ、痩せ菌、デブ菌、美肌菌なども徹底解析されていて、結果を見るだけでも楽しく勉強になります。腸内細菌は人それぞれ全く違うので、テレビや雑誌で腸に良いと言われているものが必ずしも自分に合うとは限りません。だからこそ自分の腸内を知ることが大切だと実感しました。この動画をご視聴いただいた方限定で、通常価格より 18% オフで検査を受けることができる特別な特典をご用意いただきました。ご興味ある方は概要欄をご覧になってみてください。私は今回 B 判定だったので、次こそは A 判定を目指して引き続き腸活を続けていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。